不動産屋さんの怪談です。このお話は東京板橋区にお住まいの60代前半の男性の方からいただきました。その方を仮に平井さんとお呼びします。平井さんは敏感なのか自分でもわからないが、どうしても近づくと胸からお腹にかけて圧迫感が起き、気持ちが悪くなる、そういう場所がいくつかあるというのです。例えば平井さんの本家が眠るお寺の墓地の敷地内などは強烈に具合が悪くなり、入れないこともあるそうです。すぐに離れて一定の距離を置くと治るということでした。さて、そんな特殊な体質の平井さんでしたが、ある日小学校低学年の孫娘さんを東京タワーに連れて行きました。地下鉄都営三田線の御成門駅で降りると、東京タワーが港区の洗練された通りの真ん中に大きくそびえ立っていました。孫娘さんは初めての東京タワーだったので、大喜びでタワーに向かって歩いていました。早速東京タワーの施設内や展望台などで孫娘さんを遊ばせていたのですが、平井さんは何か妙な違和感がかすかにしました。高所恐怖症の平井さんでしたから、そのせいかななどと思ったのですが、直感的にあまり長居はしない方が良い気がしました。そこで時間を見るとすでに午後の4時近くになっていたので、今から東京タワーを出てその周辺の公園で孫娘さんを軽く遊ばせようと考えました。そこで平井さんと孫娘さんはタワーの敷地から出て、隣接する増上寺の方角にある公園に向かって歩き出しました。すると平井さんはさっきから感じていた違和感が逆に強くなっていくのが分かりました。そして、ああそうかと気がつきました。違和感の正体が分かったそうです。この東京タワーにほぼ隣接する増上寺には1000体以上の水子地蔵があったのです。ですから増上寺に近づくにつれて胸やお腹の強烈な圧迫感がしてきました。平井さんは心の中でそれらの水子の霊たちに、俺は君たちのパパじゃない、この子も君たちのお姉ちゃんじゃないからあっちに行ってねと念じていたそうです。そして平井さんは胸を押さえながらふと孫娘さんの顔を覗き込みました。すると孫娘さんは真っ青な顔をして、おじいちゃん気持ち悪いとポロッと言いました。それを聞いて平井さんは慌てて水子地蔵のある場所を通り過ぎ、孫娘さんをその先にある公園まで連れて行きました。そこまで距離を取れば平井さんはだいぶ良くなっていたのですが、孫娘さんは相変わらず具合が悪そうでした。コンビニに寄ってイートインで何か食べさせようとしましたが、お腹が空いていないと言って飲み物しか受け付けませんでした。その後自宅のある板橋に近づくにつれて孫娘さんは回復し元気を取り戻したということで、平井さんはほっとしました。この時平井さんは、自分のこの体質は孫娘に遺伝したのではと先行きに一抹の不安を感じたそうです。平井さんにすればこんな体質は百害あって一理なしだと思っていました。さて、それからしばらくしたある日のことでした。平井さんは今度はその孫娘さんを自宅の近所にある小さな公園に連れて行ったそうです。ちなみに自宅がある板橋区には心霊スポットとして有名なあの T 団地や A 公園などがあるので、孫娘さんも敏感に感じることが分かった今、そういった場所にはくれぐれも近づかないようによく言い聞かせていました。さて、その近所の公園に着くと、すでに年の近い子供たちが数人遊んでいました。そこで孫娘さんはブランコが好きだったので、平井さんは早速乗せてあげたそうです。おじいちゃん押してというので、平井さんは孫娘さんの背中をゆっくり押してあげていました。孫娘さんがブランコで風を切って楽しんでいると、
ちょうど空いている隣のブランコに一人の女の子が乗ってきたそうです。年の頃で6、7歳で孫娘さんとほぼ同じくらいの年頃に見えました。するとその女の子が子供らしく平井さんに向かっておしゃべりを始めました。あたし習字で賞をもらってママに褒められたのとか、絵も上手でパパに褒められたのなどと自分自身の話ばかりしてきました。まあ子供の言うことですから、平井さんもその子に合わせてすごいね、上手なんだなどと相槌を打っていました。そこで平井さんは孫娘さんのブランコを押しながら隣のその女の子のブランコも押してあげたそうです。しばらくすると子供たちはブランコに飽きたのか、どちらともなく鉄棒に移動していきました。二人ともまだ小学校低学年ですから鉄棒がうまくこなせませんでした。そうこうするうちに孫娘さんが喉が渇いたというので、平井さんは公園内である自販機で飲み物を買い、ついでにもう一人の女の子にも君は何飲む？買ってあげるよと聞きました。すると女の子は大丈夫、いらないというので、孫娘さんだけジュースを飲んでいました。その際に平井さんはふと公園内の時計を見たそうです。そろそろランチタイムだったので、一旦家に帰って昼ご飯を済ませてまたここに戻ろうと思い、そのことを孫娘さんに伝えました。孫娘さんも素直に帰ることに同意し、さあ家に帰ろうと公園を出ようとしました。その時平井さんはそのもう一人の女の子を気遣って、お昼ご飯の時間だから公園から帰るねと声をかけました。するとその女の子は、また明日同じくらいの時間に私公園に来るからまた遊ぼうねと言いました。平井さんもわかったまた明日ねと言うと、その子はまた公園内に戻っていきました。そして砂場や他のおもちゃで遊び始めていました。平井さんたちはさてとおもちゃなどを自転車に片付けながら、なんとなくその女の子の様子を見たそうです。するとなぜか公園にいる他の子供たちと話もせず、他の子供たちもその子を無視したままでした。平井さんは同じ年くらいの子供たちなのに一緒に遊ばないなんてなんか変だなと思いましたが、孫娘さんを自転車に乗せて家に向かいました。するとその道すがらです。突然孫娘さんが、おじいちゃん、さっき誰と話してたの？と言いました。平井さんははーっとなってしまいました。何を言っているんだと思い、さっきブランコで隣で漕いでいた女の子だよ。鉄棒も一緒に並んでやってたでしょ。と言いました。ところが孫娘さんは、さっきの公園はおじいちゃんと私しかいなかったじゃない。というのです。平井さんは、そんなバカな。と愕然とし、自転車を漕いでいる背中に冷たい悪感が走っていきました。平井さんは何が何だかわからなくなり、じゃああの公園で見た数人の子供たちは何だったんだと頭の中は混乱していました。そして孫娘さんをあの公園にはしばらく連れて行ってはいけないと感じ、その日の午後は自宅で遊ばせたそうです。その翌日でした。平井さんはどうしても昨日のことが信じられず、あの女の子と約束をした午前中にその公園に一人で行ってみました。気味が悪かったので少し遠目に中の様子を見てみると、孫娘さんの友達の男の子 A 君と数人の男の子がいるのに気がつき、平井さんはその A 君に声をかけてみました。ねえ A 君、今日この公園に知らない女の子いた？と聞くと A 君は、朝から僕たち男しかいないよという返事だったので、平井さんはとりあえず昼まであの女の子が現れるかどうか様子を見ることにしました。
やはり正午を過ぎても女の子は現れませんでした。平井さんは女の子の正体がほぼ分かったので、心の中であの女の子に向かって、パパとママが心配するからあんまり一人で公園とか出歩かない方がいいよと念じ、さようならと言って公園を後にしました。自宅に着くと孫娘さんに、昨日の公園には友達以外の子は来るのと最後のダメ押しで聞いてみると、公園は学校の近くにあるため、基本知らない子を見ることはほとんどないということでした。平井さんは自分が見た昨日の公園の情景は自分だけに見えていたもので、あの時公園にいたあの女の子だけでなく、他の数人の子供たちもこの世のものではないことがやっと確認できたそうです。念のため事故物件検索サイトであの公園の近所などを調べてみると、火の玉がたくさんあったそうで、首吊り、練炭、飛び降りなどが頻繁に起きたエリアの公園ではありました。ただ一つ安心したのは、孫娘さんには平井さんに見えていたものが見えなかったので、自分の特殊な体質は少しだけ受け継いでいるようで、孫娘さんが大人になる頃にはそれはなくなっているだろうと思ったそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。